あの日からずっと悩んでいましたけど、やっと決心がつきました。水木さん、私軽音部を退部しますわ。もみじちゃん、どうして？残酷な人ね。分かっているくせに私にそれを尋ねるの？わかんないよ。私エスパーじゃないもん。だからちゃんと言葉で聞かせて。もみもみがなんでそう思ったか。そうね、私がぶち壊したのですもの。その程度の罰は甘んじて受け入れますわ。初めから分かっていたのです。イフ優勝もプロになるという言葉も全てはまやかし、バンドメンバーを集めるためのただの売り文句だということを。別におかしなことではありませんわ。レンさんが言った通り、これはたかが部活なんですもの。あなたたちにとって大切なのは結果ではなく過程。壮大な目標を掲げ、叶いもしない夢を語りながらほどほどに努力してそれなりの結果に甘んじる。そして全てが終わった後、あんなこともあったわねと笑い合えればそれでよかった。レンさんが悪いわけじゃない。あなたたちが悪いわけでもない。だってこの世の中の大半はあなたたちのような人なのですもの。誰も私のように本気で夢を叶えようとは思っていない。そのために何もかもを差し出すべきだとは思っていない。夢は辛く苦しいものだとは思っていない。おかしいのは私の方で、異常なのは私の方だから、私はいなくなった方がいい。そうすれば全てが丸く収まる。レンさんだって帰ってきて、あなたたちはもっと物分かりのいい付き合いやすいドラムを探すことができる。いいことずくめ。めでたしめでたしですわ。思ってたよりつまんない答えだったな。水木！だってそうじゃん。なんだかんだ言ってもみもみうまくいかないのを周りのせいにして逃げてるだけでしょ。水木さん、いくらあなたでもその言葉は聞き捨てなりませんわ。私は逃げるんじゃない。あなたたちのためを思って身を引くだけです。同じことだよ。だって後始末するのって結局私たちじゃん。もみもみが辞めた後にレンレンのところに行って、もみもみ辞めたから戻っておいでよって言えってことでしょ。嫌だよ私。のぞみだって嫌だよね。それはほら、
全然めでたしめでたしじゃない。私にどうしろというの？レンさんのところに行って土下座でもすればいいのかしら。そんなことしたってどうにもならないよ。じゃあどうすればいいのよ。好きにすればいいじゃん。もみもみのことなんだからさ。私は別に責任がどうとか言いたいわけじゃないし、もみもみが自分が辞めれば丸く収まるって言うから、そんなことないって言っただけ。それはだって何？仕方ないじゃない。私がいたらあなたたちの軽音部がめちゃくちゃになってしまうんですもの。いいじゃん別に。え？めちゃくちゃでいいって言ってるの。私は最初からこうなるって分かってたし、じゃなきゃもみもみを誘ったりしないよ。いや、意味がわからないのですけど。なんでわかんないかな。なんでって、私は身勝手で自己中で一緒にいるだけで迷惑をかけるお邪魔虫なのですよ。出た、そうやってまた逃げる。なんなんですの？さっきから水木さんは私が何から逃げてるって言うのよ。もみじちゃんからだよ。そういうことだよね、水木。私から逃げる？そうだよ。もみもみと最初に会った時、私すごいやつが現れたって思ったもん。全然関係ないのに勝手にやってきて勝手なこと言って、なんてめちゃくちゃなやつなんだろうって。その件については悪かったと思っていますわ。思わなくていいよ。私は嬉しかったもん。夢に対してこんなに真面目な人と一緒にバンドを組めたら楽しいだろうなって。もみもみが言う通り、普通の人はそこまで真面目になれないよ。頑張ろうって口では言うけど格好だけ。私だってそういうところあるし、でも優勝したい、プロになりたいって気持ちはあるんだよ。本当にそれは嘘じゃなくて。ただもみもみみたいに真面目になれないから、時々サボったり甘えちゃうこともあるけど、でもね、もみもみがいてくれたらいないよりも100倍頑張ろうって思えるよ。だってもみもみ本気だもん。そんな人が隣で頑張ってたら自分も頑張らないと夢が嘘になっちゃうじゃん。だから私はもみもみを誘ったんだよ。もみもみにはそういう力があるの。そのせいで喧嘩したりトラブることもたくさんあると思うけど、その時はみんなで頑張ればいいじゃん。喧嘩したら仲直りすればいいし、トラブったらどうにかしたらいい。最初から私はそういうの全部覚悟してもみもみのことを誘ったんだよ。だからもみもみも逃げないでよ。ルリガキもみじから逃げないで。この程度のことでやめちゃうなんて言わないでよ。もみもみ、どうしようのぞみ。私もみもみのこと泣かせちゃった。どうしようって言われても。落ち着いた？ええ、もう大丈夫。ごめんなさい、恥ずかしいところを見せたわ。私は平気だから。大人っぽいもみもみが赤ちゃんみたいに泣いてるところめっちゃ可愛かったよ。忘れなさい。なんというか、おかげで目が覚めましたわ。水木さんの言う通り、私は逃げようとしていたのかもしれません。それでお二人が許してくれるのなら、私をもう一度軽音部に入れてほしいのですけれど。入れるも何も、もみもみやめてなくない？
そういうわけにはいきません。一度やめると口にした以上、それはやめたのと同じことですわ。なんでもいいけど、私はもちろん大歓迎だよ。っていうか絶対やめてほしくないし、のぞみもいいよね。のぞみ？いつもの私だったら水木に合わせて適当にうなずいてるところだけど、今回はそれじゃあダメだと思う。ええ、私も本当は分かっていますわ。のぞみさんにはあまり好かれていないということを。のぞみさんは優しさで私に合わせてくれていただけ。これ以上無理だというのならおとなしく身を引きますわ。そうじゃなくて、いや、確かに私もみじちゃんのことは少し苦手だけど。少し？もう水木、茶化さないでよ。いいじゃん、せっかくだし言いたいことを言っちゃいなよ。そうですわ。私はあなたに泣き顔まで晒したのですもの。これ以上恥ずかしいことなどありません。じゃあ言うけど、私はもみじちゃんのことすごい苦手だったよ。あれれこれれ、のぞみがもみもみ泣かした。水木が言えって言ったんでしょ。いえ、いいんですわ。正直におっしゃって。この程度耐えられる。耐えてみせます。そうは思えないけど、とにかく苦手だったの。だって関係ないのに勝手にやってきて一方的にやめちゃえとかどうかしてるもん。高圧的だし、すぐマウント取ってくるし、お金持ちだし、綺麗なのに背が高くて、その上胸まで大きくて。のぞみさんのぞみって見かけによらずねちっこいよね。ほっといてよ。とにかくもみじちゃんのことは何から何まで気に入らなかったし、できれば一緒にバンドなんか組みたくないって思ってたよ。はい。でもレンちゃんにギター教えてるところを見てたら、そんなに悪い子じゃないのかもって思った。水木の言葉を借りるわけじゃないけど、もみじちゃんすっごく真面目に教えてたもん。本当はそんなにギターのこと詳しくないのに一生懸命勉強して、初心者のレンちゃんでもわかるように飽きないようにって毎日工夫して教えてるのが見てて分かったから、いろいろと問題もあるけど根はいい子なんだろうなって。のぞみさん。だからもみじちゃんにやる気があるんだったら好きにすればいいと思う。でもこれだけは言わせて、私はどっちかっていうとレンちゃんの側だよ。味方とかそういう意味じゃなくてね。そりゃイフで優勝してプロになれたらすごいと思うけど、それがどれだけ大変なことか分かってるし。でもだからってもみじちゃんみたいに全部は注ぎ込めないよ。小学生だからちゃんと勉強しないとだし、もみじちゃんのお家みたいに裕福じゃないからバイトもしないといけない。頑張ったらその分休んだり遊んだりご褒美も欲しくなるよ。それはきっともみじちゃんからしたら全然頑張りが足りないように見えると思う。でもね、私にとってはそれが精一杯の全速力。それが許せないなら私とは一緒にやれない。水木もそれは分かってるよね。当たり前じゃん、幼なじみだよ。だったら無理やり誘わないでよね。
だってのぞみ無理やりじゃなきゃやってくんないじゃん。まあそれはそうだけど、とにかくそういうことだけど大丈夫かな。はい、私今回の件で反省いたしました。人には人のペースがある、当たり前のことなのに皆さんに言われるまで分かっていなかった。これじゃレンさんに見捨てられて当然だわ。レンちゃんの場合はさすがにちょっとサボりすぎだと思うけど。そうなのですか？私お友達と遊んだ経験がなくてどのくらいが適量なのかわからないのですけど。その辺はレンレンと相談ってことで、みんなで話し合って喧嘩していい感じのところ見つければいいよ。レンさんは私を許してくれるでしょうか？それを言うなら私も水木も止めなかったし、悪いのは一緒だよ。そうそう、それにレンレンだってやめたくてやめたわけじゃないんだし、みんなで謝ればなんとかなるって。だといいけど。はあ、つまんない。なあリナ、なんか面白いことない？レンちゃん最近そればっかり。だってつまんねえんだもん。この前貸したゲームは今やってる。面白くなかった？面白いけどそういうんじゃないんだよな。もっとこうパーッと派手なことしたいっていうか。またそんなこと言って。だったら軽音部戻ったら？はあ？なんでそうなるし。だってレンちゃん未練タラタラなんだもん。やめてから露骨に元気ないし、帰りはいつも音楽室の方気にしてるし。本当は戻りたいんでしょ？冗談。誰があんなとこ。つまんねえ練習ばっかで退屈だし、アホみたいに怒られるし、おまけにあのもみじ様だぜ。やってられっかっての。でもレンちゃん、前はもみじさんも噂ほど悪いやつじゃなかったって言ってなかった？ムカつくところもあるけどめちゃくちゃ丁寧に教えてくれるって。おかげでこんなに上手くなったって一曲弾いてくれたでしょ？それは騙されてたんだよ。騙すって何のために？そんなことする必要ないと思うけど。知らねえよ。とにかく私はもうやめたんだ。向こうだって私みたいなお荷物が一緒じゃ迷惑だって言ってたし。ああ、思い出したらまたムカついてきた。この話はおしまい。二度と蒸し返すなよ。でもも禁止。だいたい軽音部戻ったらリナとも遊べなくなるんだぜ。それでもいいのかよ。それは嫌だけど。だろ？だったらしょうがねえじゃん。つうわけだからカラオケでも行くか。またカラオケ？ちょっと待ったー！レンレン、話は聞かせてもらったよ。水木、今さらなんの用だよ。それはちょっと押さないで。のぞみさん、押さないでください。で、ちょっと二人とも何してんの？私、心の準備が。のぞみさん、お先にどうぞ。私だって嫌だよ。絶対今じゃないって。これじゃまるで盗み聞きしてたみたいじゃん。もう何ごちゃごちゃ言ってるの？レンレンとレンレンのお友達、ちょっと待ってて。待ってやめて。ほら観念して出てきなさい。わかりましたから。スカート引っ張らないで。見えちゃうからこれが例の軽音部の人たち？そんな感じで、何の用だよ。レンレン戻ってきてよ。嫌だ。行こうぜリナ。
逃がさないよ。レンレンを連れ戻すまで絶対通さないかんね。勝手なこと言うなよ水木。お前言ったよな、続けるかやめるか決めるのは私だって。だから私は選んだんだ。お前らとは一緒にやれない。何度も言わせんなし。ブッブー。レンちゃんは世話になったって言っただけでやめるとは言ってません。へりくつ言うなよ。ディーナも笑わなし。だってああもう、とにかく私はやめたんだ。もう一回言うぞ、私は軽音部をやめたの。分かったらこれ以上つきまとうな。やだ。はあ？私はレンちゃんとバンドしたい。レンちゃんだって本当は続けたいんでしょ。そんな感じのこと言ってたじゃん。言ってねえし。言ったし。言ってねえってのは。ああもう、お前じゃ話になんねえ。レンちゃん、お願い、話だけでも。邪魔。ごめんなさい。どけよ。どきません。私、あなたにどうしても言いたいことがありますの。知るかよ。お前らみんなして勝手すぎ。少しは私のこと。ごめんなさい。私が悪かったわ。もみじ。こんなことを言っても信じてもらえないと思うけど、私本当にレンさんを傷つけるつもりはなかったの。うまく言葉にできないのだけど、私もレンさんにギターを教えていると楽しくて、どんどん上達していくあなたを見ていると嬉しくて。でもあなたは私と違って他にもたくさん大事なものがあって、そう思ったらなんだか無性に腹が立って悔しくなって、それでついあんなこと言ってしまったの。もうお友達と遊ぶななんて言わないわ。だからお願い、戻ってきて。なんだか愛の告白みたいだったね。水木は黙ってて。もみじの気持ちは分かった。私は軽音部には戻らない。レンちゃん。なんで？今の絶対戻る流れだったじ勘違いすんなよ。この前のことはもういい。もみじも頭を下げたんだ。それで許さないほど小さい女じゃないし。てかあれは私も悪かったし。っていうか私の方が悪かったまであるし。もみじの言う通りっていうか、結局私は足手まといなんだよ。そんなことは。いいから聞けよ。私はさ、お前らみたいに真面目じゃないんだって。今までなんとなく生きてて、今更になって危機感覚えちゃって、それで慌てて軽音部入っただけ。マジで悲しいくらいもみじの言う通りだから。そういう薄っぺら人間なんだよ。お前らと同じ夢を見る資格なんかないんだ。レンさん、そんな顔すんなよ。マジ似合わないから。ギターの代わりぐらいすぐ見つかるって。どうせ私初心者だし、いてもいなくてもそんな変わんないっしょ。そうだとしても私はレンさんと一緒に。気持ちは嬉しいけど、もう決めたことだから。私の分も夢叶えてよ。応援してっからさ。えい。何すんだよ。レンちゃんがバッドエンドルート選ぼうとしてたから止めようと思って。はあ？いい人じゃん、軽音部の人たち。サボってばっかりなの怒られて逆ギレして出てきたレンちゃんをわざわざ連れ戻しに来てくれたんでしょ。なかなかないよ、そんな漫画みたいな展開。やった。その
私は篠原里奈って言います。レンちゃんの親友でってそんなことはどうでもよくて、レンちゃんはこの通りいろいろと手を焼くこともあると思うんですけど、音楽が好きなのは本当なので長い目で見てあげてください。あとたまにでいいので私と遊ぶ時間も残してくれると助かります。それでは。リナ、どこ行くんだよ。帰るの。待てよ、私も行くって。ダメ。レンちゃんは部活に行ってサボったら絶交だからね。リナ、待てってば。リナちゃんバイバーイ。ということでレンレン、部活行こうぜ。また一緒にバンドやろう。私レンさんのために特別メニューを考えてきましたの。お前らいいのかよ。私はまたサボるぞ。リナも大事だし、他にも友達いるし、家の手伝いだってあるし。構いませんわ。私一人ではバンドになりませんもの。まあちょうど退屈してたところだし、そこまで言うなら戻ってやってもいいかな。レンさん、この指。一応家で練習続けてたから。サボって悪かったよ。たまには休むと思うけど、これからはちゃんと出るから、また前みたいに厳しく教えてよ。私は初心者でアマちゃんだからさ、それくらいがちょうどいいと思う。私もこれからはもう少し言葉に気をつけますわ。いろいろあったけど、これで一件落着かな。キースしねえから。お前も何キス待ちしてんだよ。仲直りのキスとかそういう文化があるのかと思って。あってたまるか。どうなることかと思ったけど、もみじちゃんもレンちゃんも仲直りできてよかったね。その説は本当にご迷惑をおかけしましたわ。マジごめん。これから私も心入れ替えて頑張るからさ。いいの本気で頑張れば喧嘩することだってあるもんね。これからもガンガン喧嘩していい感じになってこうぜ。そんなにしょっちゅう喧嘩されたら私の胃が持たないよ。それはそうと、レンさんのギターも上達してきたところですし、そろそろあれをやりたいですわね。やっちゃいますか、あれ。いいじゃんいいじゃん。私もあれやりたいと思ってたんだよね。あれか、私はちょっと不安だな。次回